皆さんこんにちは、アンリです。今日はオープン AI が公開したロック中の Mac が夜中ずっと働き続ける AI 部下になるという新機能の話と、それがあなたの仕事に明日からどう効いてくるのかを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。最初に今日の動画の結論を3点先にお伝えしておきます。1つ目は、オープン AI が5月21日にコーデックス、つまりプログラムを書いてくれる AI アシスタントの新機能を公開し、 Mac がロックされていても寝ている間でも AI が裏で仕事を続ける仕組みになったということ。2つ目は、スマートフォンからこれやっておいてと指示を送れば、翌朝には AI が作業結果をまとめて上司に提出できる形で報告してくれる時代に入ったということ。3つ目は、この動きは副業エンジニアや個人開発者だけでなく、社内の情報システム担当、企画資料を作る管理職、皆さんの会社の事務職の働き方にまで半年以内に必ず波及してくるということです。ここから本編で4つのセクションに分けてお伝えします。順番に行きます。第1セクション、オープン AI コーデックスの夜間遠隔操作とは何かというお話です。結論からお伝えします。これは皆さんがパソコンを閉じて家に帰っても AI が代わりに翌朝までの間、勝手に仕事を仕上げてくれる仕組みのことです。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。1つ目の理由は、これまでの AI は皆さんがパソコンを開いて指示を送り、画面の前にいる間だけ動く道具でした。退社時間になってパソコンを閉じれば AI も止まる。これが当たり前でした。2つ目の理由は、 AI に長い作業をお願いすると終わるまで席を離れられず、結局人が画面を見張る時間が必要だった。これも避けられない不便さでした。3つ目の理由は、画面の前で待たないと使えない AI は結局皆さんの夜の時間や週末を奪う方向に動いてしまっていたということです。具体的にお伝えします。5月21日、オープン AI はコーデックスというサービスの新機能として、 Mac がロック画面のままでもスリープに入っていても裏で作業を続ける仕組みを公開しました。皆さんが18時に会社を出て Mac をロックして電車に乗り、家でご飯を食べて寝ている間、 AI が指示された作業を進めて朝8時にスマートフォンを開くと結果一覧が届いている。こういう絵がいよいよ実用段階に入りました。さらにスマートフォンから新しい指示を投げれば、家の Mac が受け取って実行し、結果だけまた手元に返してくる。これが今回の発表の中心的な変化です。ここまでをまとめます。第1セクションの結論は、 Mac が閉じている間も AI が代わりに働き続ける時代に入ったということでした。第2セクション、なぜこれがサラリーマンであるあなたの仕事に直接効くのかというお話です。結論からお伝えします。理由は、24時間動く AI 部下を上司に頼んで雇うのと同じことが皆さん個人レベルで起きるからです。理由は3つあります。1つ目の理由は、皆さんが毎週月曜の朝に追われている金曜までに上司から頼まれた資料を仕上げるという作業の多くが AI に前夜中に下書きさせ、朝最終確認だけするという流れに置き換わるからです。2つ目の理由は、コーデックスはもともとプログラマー向けの AI ですが、今回の発表の後、議事録の自動整形報告書の下書き、社内データの集計、メール返信の下準備など文章を扱う仕事全般に展開されると、オープン AI 自身が表明しているからです。3つ目の理由は、夜中の3時に AI に働かせるのは皆さんではなく、競合他社の若手社員、副業エンジニア、海外の企業がすでに始めており、皆さんが知らないうちに社内競争の前提条件が変わるからです。
具体例でお伝えします。皆さんが部長から来週月曜までに競合5社の動きをまとめておいて、金曜の夕方に頼まれたと想像してください。これまでは土日のどちらかを潰して資料を作るというのが定番でした。今回の仕組みなら、金曜の退社前に競合5社の決算資料と最新ニュースをまとめて、論点を10個に整理しておいてと AI に指示を送る。スマートフォンを閉じて家族と食事に行く土曜の朝、スマートフォンを開くと整理された論点と出典付きの根拠が並んでいる。あとは皆さんが上司の好みに合わせて伝え方を微調整するだけ。これが来週からの現実的に到達可能な働き方になります。ここまでをまとめます。第2セクションの結論は、夜中家族との時間も休日も AI が代わりに机に向かってくれるということでした。第3セクションでは、この流れがあなたの会社の組織にどう降りてくるのかというお話です。結論からお伝えします。半年以内に皆さんの会社の情報システム部門、企画部門、人事部門の3つに必ずこれ社内でも使えないのかという相談が降ってきます。理由は3つあります。1つ目の理由は、コーデックスのこの機能は技術的にはすぐに皆さんの会社の標準的なノートパソコン環境にも適用できるからです。2つ目の理由は、競合他社の管理職が自分の Mac で夜中に資料を作らせているという情報が業界内のメールマガジンや業界誌、勉強会の口コミで必ず3ヶ月以内に社内に伝わってくるからです。3つ目の理由は、人事部門としては夜中も働ける AI 部下を持っている社員と持っていない社員で月曜朝の成果物の差が3倍4倍になるという問題が半年以内に評価の場面で表面化するからです。具体例でお伝えします。皆さんの会社の情報システム部門はこれまでセキュリティ上、社内のパソコンに外部 AI を入れるのは原則禁止という方針で動いてきたはずです。ところが今回の発表の後、副業エンジニアや海外取引のある営業マンから個人のスマートフォンと個人のパソコンでならもう24時間 AI で仕事をしているという事例が出始めます。すると上司スは禁止し続けるのかルール化して認めるのかの判断を半年以内に必ず迫られます。企画部門は AI を前提にした業務フローを設計し直す必要が出てきます。人事部門は AI をうまく使える社員と使えない社員、どちらも公平に評価できる新しい評価軸を作らないといけなくなります。ここまでをまとめます。第3セクションの結論は、皆さんの会社の3つの部門に半年以内に必ず判断が迫られるということでした。第4セクション、明日からの上司報告と部下マネジメントにどう使うかというお話です。結論からお伝えします。半年以内に皆さんの会社の役員会議で、うちの社員に夜中も働ける AI 部下を会社として与えるのかが必ず議題に上ります。理由は3つあります。1つ目の理由は、皆さん自身が今 AI に夜中の作業を任せる選択肢を取れるかどうかで、月曜の朝の成果物の質が大きく変わるからです。2つ目の理由は、皆さんの部下がすでに個人スマートフォンと家のパソコンで AI に夜の作業を任せ始めている可能性がすでにあるからです。3つ目の理由は、会社として認めて全社に広げるのか、個人の判断に任せて見て見ぬふりをするのかの判断を皆さん管理職が半年以内に上司から問われるからです。具体例でお伝えします。明日の朝、上司にこう報告してみてください。先週、オープン A が Mac がロック中でも A が裏で作業を続ける機能を公開しました。これにより、ライバル会社では夜間に AI に資料作りを任せて、朝最終確認だけで仕事を進める動きが始まっています。うちの部署でも半年以内に対応方針を決める必要があります。この一言だけで皆さんは
立派な部門方針の前巻き、つまり上司の意思決定を一歩進める役割を果たしたことになります。部下との1対1の場面ではこう伝えてください。これは君を夜中も働かせる話ではない。 AI に夜中の単純作業を任せて、君は判断と人と話す仕事に集中する。その切り分けを今から一緒に考えていこう。これが管理職である皆さんが部下の負荷を増やさず組織の成果だけを増やす一番大事な使い方になります。ここまでをまとめます。第4セクションの結論は、上司への報告と部下との1対1で夜間 AI 部下の話を今切り出すべき時期であるということでした。最後に本日のまとめをお伝えします。1つ目、オープン AI がコーデックスの新機能で Mac がロック中でも AI が裏で作業を続ける仕組みを公開しました。2つ目、これにより皆さんの夜の時間、休日、家族との時間を奪わずに月曜朝の成果物だけを増やす働き方が現実的に到達可能になりました。3つ目、この流れは半年以内に皆さんの会社の情報システム、企画、人事の3部門に必ず判断を迫ります。明日の朝、上司にこの3点を伝えるだけで、皆さんは社内で一歩前に出られます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で